ヤッホーとしきです。今回は武器難民必見鍛造武器のすすめと赤&紫鉱石の収集ルート解説ということで、名称がリリースされまして、いろんなキャラクターの動画とか、こんなのが強いよっていう編成の動画は結構あると思うんですけど、結構ね、皆さん武器足りなくないですか？ガチャとか引いてないとキャラはもちろんですけど、武器も星4武器とか全然足りてないですよね。なので今回はまだガチャをあんまり引いてないよ、星4武器あんまり持ってないよという人のために、鍛造武器を紹介するのと、その武器を作るのに必要な赤い鉱石と紫色の鉱石を簡単に入手できるルートを作ってきましたので、皆さんに紹介したいと思います。結構ね、課金してる人にも見てもらいたいんですけど、もちろんね、初心者の方とか、始めたての方、無課金、美課金の方にもおすすめの内容となってますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、行くぞ。はい、それでは星4武器難民の方々に向けて、この作業台で作れる鍛造武器を紹介していこうと思います。こちらは一番最初のマップ、今集城の右上のこちらのワープポイントからすぐのこちらの作業台で行うことができます。素材を集めて、星3ないし星4の武器を作ることができます。はい、こんな感じでレパートリーがあるんですが、かなりね、序盤にしては役に立つものが多いので、一個一個ね、軽く見ていきたいと思います。まずは片手剣からですね。これサブステータスに攻撃力 8.1% がついてるのがそもそも嬉しいのと、HP が 40% 以下の時に銃撃ダメージが 18% アップ。で、銃撃ダメージを与える時にキャラの HP を 5% 回復してくれるんですよね。はい、このあたりでもうお気づきの方いるかもしれませんが、これはタンキンちゃんと相性抜群なんですね。こちら消滅のキャラクターのタンキンちゃん。固有のスキルで自分の HP を割合消費して火力を高めるっていう能力があるんですね。で、主にコンボの最後に銃撃を撃つんで、この武器とはマジで相性いいんですね。もしかしたらガチャから出てくる武器よりもこっちの方が優秀かもしれません。HP が 40% 以下になる時が多分結構多いと思うので、銃撃ダメージのバフも乗りますし、もしピンチな時にキャラも HP5% 回復してくれるんで、かなり相性がいいです。そもそも他のキャラに装備しても攻撃力サブで 8.1% ついてるのはかなりの魅力です。続いて体験ですね。こちらは共鳴効率がついてるんですけど、共鳴効率というのはスペシャル技、原神でいうところの元素爆発に当たるんですが、その効率が良くなることで結果多く打つことができて火力アップに貢献してくれます。で、HP が 80% 以上の時は攻撃力がバフになって、HP40% 以下になったらまた回復してくれるっていうね。もし攻撃力重視、ダメージバフ重視で行くんだったら全然星3でもありだと思います。サブに攻撃力ついてるし、通常攻撃と銃撃のダメージが 12% アップ。これランク1の時点なんで、同じ武器を精錬してランク5にしていけばもっと上がりますよね。続いてナックル拳ですね。こちらも共鳴効率になっているんですが、ダッシュまたは回避を決めた時に攻撃力が 8%。で、ジャスト回避した後の反撃ダメージが 50% アップですよ。やばくないですかこれ。で、ジャスト回避からの攻撃を発動後、HP を 5% 回復。HP 回復もできるっていうんで、これもかなり使いやすいですね。もともとナックル系、拳で戦う系のキャラはパリーをね、連続攻撃するんで取りやすいんで、さらにジャスト回避の旨味がこの武器を装備することによって出てくるんで、ほんと接近戦では鬼のような活躍できそうですよね。で、続いてホーキーですね。なんか魔法使いみたいな、基本的にはヒーラーの子たちが装備する武器なんですけど、こちらは攻撃力とサブステータスに共鳴効率 11.5% がついています。さっきまでのは共鳴効率 8.6% だったんですが、ちょっと多めですよね。というのも、白紙ちゃんとかベリーナは共鳴解放、元素爆発ですね。スペシャル技を打つ時の必要なエネルギーが他のアタッカーたちよりも高く設定されています。なのでそれを鑑みてここは共鳴効率ちょっと、高めに設定されてるんじゃないかなと思います。で、スキル発動後 HP60% 以下なら回復。で、60% 以上だったら攻撃力バフっていうんで、しかもよく考えたらベリーナちゃんは攻撃力依存で HP の回復量が決まりますから、HP60% 以上の時は攻撃力が 12% 上がって、他の味方への回復効果を上げることにもなりますし、単純にね、火力アップに貢献してくれるんで、これも便利ですね。そして最後一番お気に入りの銃ですね。ダメージを受けていない時、5秒ごとに攻撃力が 6% アップで最大2スタック、つまり最大 12% までアップするわけです。しかもダメージを受けてしまったとしても、1スタック消費して HP を 5% 回復。で、サブステに攻撃力 8.1% っていうんで、初期の配布キャラでシカちゃんとかいますし、今人気のモルトフィー君なんかはね、炎版の行く秋みたいに共鳴解放した後に裏から攻撃、炎の追撃してくれるんで、攻撃力は保ちたいんですよね。なので意外とこの鍛造の銃の武器がダークホースだったりするんじゃねえかなと思いますね。って感じで紹介してきたんですが、で、皆さんも画面見てお気づきの方いると思いますが、こちら作るためには星4だったら、こちらですね、赤い鉱石が150個と、こちらは終ボスを倒すことでゲットできる
箱っぽいやつなんですけど、こちら2個なんでね、終ボスを倒していただくとして、こっちですよね、問題は。赤い鉱石150個と、あとはこっちですね、紫色の鉱石150個必要で、そんな大量に持ってないよっていう方がほとんどだと思います。僕も結構探索してきても全然持ってないんで、なので今回は皆さんにこの赤い鉱石と紫の鉱石を簡単にゲットできるそれぞれのルートをご用意いたしました。結構苦労して作ったんで、ぜひね、皆さんの参考になったら嬉しいです。ちなみに星さんの武器は1つ作るのにつき、赤い鉱石10とか紫の鉱石10しか必要としないんで、この後紹介するルートで70個とか90個とか、集めてもらえれば、全然ね、同じ武器を5個、6個生成して、ランクをね、どんどん精錬して、サブの効果ですね、共鳴スキルダメージ 12% アップとか、通常攻撃と銃撃ダメージ 12% アップとか、ぜひね、武器難民の方は星3も最初は視野に入れてちょっと考えてみてもらえたらなと思います。ちなみに余談ですが、この放棄武器、通常攻撃ダメージと銃撃ダメージが最初 12% アップなんですが、で、レベル1で攻撃力が26、攻撃力サブが 5.4% ですね。これを一旦前回まで僕ができるところまで育ててみました。はい、それがこちらですね。レベル60の精錬ランク5、攻撃力が207、で、サブステータスの攻撃力が 17.9%、で、通常ダメージと銃撃ダメージが 24% ですよ。やばくないですかね、これ。さっき 12% だったんで、マジで倍まで上げることができるんですね。なので、最初本当に武器持ってなければ、星3武器のランク5を使うのを強くお勧めします。で、もちろんガチャこれから引いていってね、星4武器ゲットできたら多分星4の方が強いんで、こっちどんどん使ってみてください。はい、それでは2種類の鉱石のルートを説明していきたいと思います。まず赤い方が全部で90個、紫の方が全部で86個集まる計算になっています。で、今リポップの時間を検証中なんですけど、おそらくなんですけど、24時間もしくは日をまたいだ段階でまたリポップすると思いますんで、これもね、判明したらコメント欄に書いておきます。なので2日、3日ぐらいですね、フルでルート回らなくても2、3日で150は集まると思いますんで、あとは頑張って終ボス倒して武器作ってみてください。それでは、いってらっしゃい。赤鉱石のルート1ですね。今週城からずっと北に来て、石崩れの高地のこちらのワープポイントに飛んできてください。で、ここに何個あるのかというと、こちらです。ドン。2、2、3、全部で7個あります。はい、飛んできましたら、動画の通りに、これからね、進んでってください。ここに、2個ですね。こちらに2個と、で、こっちの右側に2個。そしてこのまんま、ちょっとこう、迂回して、1段降りると、はい、ここですね。こちらですね。ここに3つあります。赤鉱石ルート2ですね。先ほどのワープポイントから左下に進んだこちらのワープポイントに来てください。ここは何個あるのかというとこちらです。ドン。最初に上の3つと4つを取ってからワープポイントに戻ってきて下の5つを取りに行ってみます。はい、飛んできましたら目の前まっすぐ進んでください。あそこの岩めがけて進んでみてください。はい、来ましたね。ここ落雷が落ちてきて、鉱石もダメージ食らっちゃうのでお気をつけください。で、ここね、僕取ってしまったんですけど、ここに3つと、で、振り返って中央を通り抜けて、ここに4つですね。1、2、3、4つあります。取ったら先ほどのワープポイントに戻ってください。はい、戻ってきましたら、すぐ後ろを向いて、こちらの岩と岩の間の木を目指してまっすぐ進んでください。で、ここを飛び降ります。はい、ここに、1、2、3、4と、この岩の奥ですね。ここの影に5つ目。これで全部ですね。赤鉱石ルート3ですね。今州城から北東のこちらの塩起こしの崖というところのワープポイントに飛んできてください。で、ここにいくつあるのかというと、こちらです。ドン。全部で17個ゲットできます。まず最初のワープポイントからぐるっと回ってあらかた取って、その後に下のワープポイントに飛んで、残りの5個をゲットする感じですね。で、先に説明しておきますが、このダイヤマーク、これは後ほど説明する紫の鉱石の場所なんですね。これもね、赤鉱石と同じぐらい重要なので、これも後で改めてルート説明するんですが、取れる方はね、これもなんかスクショかなんかして取っちゃってください。はい、飛んできましたら、このロボをすり抜けて、まっすぐ進んでいってください。はい、こっちですね。で、木に着地して、もうちょっとまっすぐ。はい、こんな感じですね。はい、この光る石が見えたら、ここ降りてください。はい、ここにまずは2個ですね。そしたらすぐこちらに向かって行って、クマがいますね。クマが目印です。はい、近づかなければ戦闘状態にならないと思います。このまままっすぐ行ってください。で、ここに2つ。そのまんま迂回していきます。はい、こっちですね。ここで、そのうち見えてくると思います。はい、ここですね。ここに2個。そしてこちら。
はい、ここは全部で3個ですね。で、残り最後がここですね。はい、この岩の一段登ったところ、ここにあります。赤ルート4ルート目ですね。今集城から北西に進んだ、この無感者のフィールドボスがいるすぐ近くのワープポイントに飛んできてください。で、ここにいくつあるのかというと、こちらです。全部で5つありますね。東にどんどん向かっていくだけです。はい、飛んできましたら、そのまんままっすぐこの細道を、無感者と戦うルートですね。そのまままっすぐ進んでいってください。で、ここ飛び降ります。ここもね、結構簡単ですね。もう目の前に入ってますね。はい。ありました。こちらに、1、2、3、4個と、で、ここを取り終わったら、そのまままっすぐ、岩をすり抜けてまっすぐ進んでいってください。はい。で、ここ下降りると、ここに1個自生しています。赤鉱石5ルート目ですね。ここは、今集城から結構南東に進んだ、こちらのワープポイントに飛んできてください。目印がこの無音区があるところですね。で、ここにいくつあるのかというと、こちらです。全部で10個あります。で、ここのルートはちょっと高低差があるので、動画の通りに進んでみてください。はい。飛んできましたら、すぐまっすぐ進んで、ここの脇道をスッと、ダッシュして、ここを降りると、まず2個生えてますね。で、そしたら、ここをまっすぐ行って、無音区を突き抜けていってください。はい、こっちですね。行くぞ。はい、そうしましたら、ここのトゲと岩の隙間を抜けて、左を向くと、ここに2個ありますね。これで4つですね。そしたら、すぐ飛び降りてください。はい、飛び降りたらまたここに2個。これで6個ですね。そしたら右を向いてこちらに飛んでいってください。もう見えてきますね。あそこの敵の近くにまた2つ生えています。これで全部で8個ですね。で、残りの2個は、ここの2つを取ったらすぐ、この岩をね、上にどんどん駆け上っちゃってください。はい。はい、登り終えましたら、このでかいゴーレムがいるところの、ここの岩肌に2つ生えてます。これで10個全部ですね。赤鉱石6ルート目ですね。ここが一番多く獲得できる場所になります。どこかっていうと、今集城のまた南東の方、さっきのワープポイントからもっと南のここですね。機械アボミネーションっていうフィールドボスがいるすぐ近くのワープポイントに飛んできてください。で、ここにいくつあるのかというと、こちらです。ドン。はい、6、2、6、5の順番で全部で19個ゲットできます。ここ美味しいんでね、結構何回も来ることになるんじゃないかなと思います。来てみてください。はい、飛んできましたら、まず右を向いて、この階段をずいずいずいと進んでいきます。はい、通り抜けましたら左を向いて、最初にね、まず1つずつゲットしていきます。ここでまず1個。はい、ここで2個。そしたらまたずっと進んで、ここで3つ目ですね。はい、左の方角に進んで、ここで4つ目。で、さらに奥に進んでいって、この右側の岩肌に、はい、ここで5個目ですね。そしたら引き返してください。はい、こっちですね。先ほどの鉱石、ここおそらく取ってると思うんですけど、ここの脇の緑の道を進むと、はい、ここで6個目ですね。これを取りましたら、そのまんまずっとまっすぐ進んでください。そうすると、ここに2個生えてますね。で、ここの2個を取りましたら、そのまんままっすぐ上へ登っちゃってください。はい、木を通り抜けて、もう目の前に、こちらですね。1、2、3、4個。そして、飛び降りて、裏側に2つあります。ここの、全部で6個取ったら、こちらへ進んできてください。今のところ全部で14個ですね。はい、これを下り切ってゴーレムがいて、ここの坂の一番奥、はい、こちらですね。ここにまとまって5個生えてますんで、来てみてください。はい、そして最後、赤鉱石7ルート目ですね。どこにいるのかというと、今集城からずっと南に下っていって、このお猿さんのフィールドボスがいるちょっと上のワープポイントですね。全部で何個ゲットできるのかというと、こちらです。ドン。いろいろね、全部合計すると20個ゲットできるようになってます。まずは下のワープポイントの周りのものを取ってから、真ん中のワープポイントに飛んで、で、最後に上のワープポイントに飛んでいきます。動画の通りに進んでみてください。はい、飛んできましたら、まずは右を向いてください。右のここ下を飛び降りて、実はこれ滝の中入れるので入っちゃってください。はい。で、ここもね、僕また取っちゃってあるんですけど、ここにね、全部で2つ生えてます。で、リポップ今時間検証中なので、分かったらコメントに書いておきますね。で、ここに、2個ゲットしたら戻ってください。はい。滝を出て、ちょっと左ですね。はい。こちらの方に進んできてください。
で、左の岩肌に、ここに1個ですね。で、こちらの岩肌にも1個。これで今のところ4つですね。そしたら、こちらへ進んでください。はい。道なりに進んで、洞窟に入っていきます。はい、見えてきましたね。ここで2個ゲットできるので、全部で6個ですね。そしたら、引き返してください。こっちにずっと進んでいって、このキャンプみたいなのと建物の間のこの細道をずっと登っていってください。はい。こんな感じで、キノコも目印ですね。はい、このまんま一段上がって、右側にね、クマがいるので、戦闘にならないようにお気をつけください。で、このまんままっすぐ岩を登っていってください。で、赤い敵が見えたらちょっと左、ここのキノコの、ちょっとしたこの出っ張った崖みたいな裏側に2個あります。はい、ここまで取ったら一度ワープポイントに飛びましょう。次はこちらのワープポイントに飛んでいきます。はい、飛んできましたら、また右を向いて西へ向かっていってください。こっちですね。はい。はい、このまま進んでいって、ホログラムが見えたら、ここら辺で降りて、後ろ向いてください。はい、ここですね。洞窟があると思うんで、この中に、全部で3つ生えてますね。はい、ここと、ここですね。そしたらまたワープポイントに戻ります。はい、飛んできましたら、今度は真後ろを向いて、まっすぐ進んでいきましょう。はい、狼と戦闘にならないように、まっすぐ、このちょっと木のあたりをまっすぐ進んでいってください。はい。で、あそこの目の前の塔みたいなのを目指して、ちょっと降りていって、街灯を越えるぐらいで右を向いてください。そうすると、ここに2個生えてますね。はい、こちらですね。これを取りましたら、順路というか、普通のこういう地図にも載っているようなメインの道をどんどん進んでいってください。はい、こっちですね。はい、分かれ道は右ですね。この調理台が目印ですね。はい、ここも越えていきましょう。そしたらもう右側に見えてきますね。ここで2個ゲットですね。で、これゲットしたらまたずっとそのまんまの方向を進んでいってください。はい、なるべく先頭にならないように離れて走りましょう。はい、この潰れたトラックが見えて、これも越したら、はい、ここ右回り、こっちですね。はい、ここですね。ここに2個あります。で、これを取ったら、またワープポイントに戻りましょう。次は一番上のワープポイント。飛んできましたら、もう目の前まっすぐメインの道を進んでいってください。人型の敵がいるんですけど、まあ逆にそれが目印というか、はい、ここに2個。で、もうちょっと先。はい、これが最後1個。これで全部で20個ゲットですね。お疲れ様でした。紫鉱石のルート1ですね。ここどこにいるのかというと、今州城からちょっと北のここですね。祈るの池に村って書いてある字、このフィールドボスがいるちょっと上のワープポイントに飛んできてください。で、ここは何個ゲットできるのかというと、こちらです。ドン。1、2、1、1で全部で5個ゲットできます。はい、飛んできましたらすぐ後ろ向いていただいて、はい、こっちですね。実はね、ここもね、さっき紹介した赤鉱石も生えてるんで合わせて紹介しておきます。ここに3つあるんで、はい、これを取ってからこっちですね、左向いてください。この門みたいなのが見えたらすぐ右の岩の影に1個ありますね。これを取ったら門をくぐってください。はい、門をくぐって、ここの緑の道を上に駆け上がっていくと、ここに2個生えてますね。はい。これを取りましたら、そのまんま乗り越えちゃってください。はい、こっちですね。乗り越えてすぐ後ろを向くと、ここに1個ありますね。これを取ったら、またこちらの方向に進んで、この草の茂みの中に、はい、ここ隠れてますね。これ取ってみてください。紫ルート2個目ですね。どこにいるのかというと、今州城のちょっと北のここのワープポイント、祈る池村の真東といったところのワープポイントですね。ここは、はい、こんな感じのルートで取りに行きたいと思います。全部で9個取れますね。で、青い文字3と1と2あるんですけど、これがね、さっき紹介した赤鉱石追加で見つけたものになります。これもね、合わせて紹介していきたいと思います。まず飛んできましたら、ここの一番キワキワのところから飛び降りていただいて、狼をちょっと右に見えるような感じで進んでってください。はい、ここですね。まっすぐ進んでいただいて、敵がいるんですけど、まずここに2つ生えてますね。で、こっちですね。はい。普通の道を進んでいってください。そうしましたら、真西に進んでいっていただいて、この岩を目指してください。そうすると池があると思うんで、はい、この池のそばに2つ生えてますね。そしたら、右を向いてもらって、こちらですね。
はい。赤い車がいるのが目印で、そのすぐそばに、実はここ赤鉱石が1、2、3つ全部で生えてますね。これも合わせて取ってみてください。で、これ取りましたら、この脇を普通に進んでいってください。メインの道通りに進んでいってください。そうすると、ここですね。ここに1個と、奥に2個生えてますね。ここで2個。これも取ったら、また登ってください。はい、登りますと、ここに1個、2個、3個、全部で3個ここに生えてますね。で、これを取ったら、振り返っていただいて、この岩のところを降りていただくと、ここに1個赤鉱石生えていて、で、こっちの方にもね、はい、2つ生えてます。ここで全部で3つゲットできますね。合わせて取ってみてください。紫鉱石ルート3つ目ですね。ここは、今週城のすぐ上のワープポイント、こちらですね。ここに飛んでいただいて何個ゲットできるのかというと、こちら。はい、全部で7個ゲットできます。行ってみましょう。ここはね、めちゃくちゃ簡単です。飛んできたら振り向いていただいて、はい、まっすぐ進んでいきましょう。このね、洞窟の中にね、まとめて自生しています。はい、このキノコが目印ですね。はい、ここですね。ゴーレムもいるんですけど、ここで1、2、3、4、5、6、7。はい、ありましたね。ここ結構助かりますよね。取ってみてください。紫鉱石ルート4つ目ですね。これはね、さっきも紹介した赤鉱石のところでね、これが赤鉱石の場所だったんですけど、ここにね、すぐ近くにあるんで、さっき紹介したルートのついでに取っちゃってもいいかもしれないですね。まあ、改めて紹介しておきます。で、ここ何個ゲットできるのか、こちらです。ドン。はい。全部で8個、このようなルートで進んでみたいと思います。はい、飛んできましたら、右に向いていただいて、これすぐ近くですね。敵が3人組いたちょっと左、ここに2個まずありますね。はい。そしたら、そのまんまこちらへ降りていってください。はい。で、もう見えてきますね。次はトカゲが3体いますね。はい。ここに2個あります。で、取りましたら、ちょっと右側。はい。トカゲをシカとして、ここの岩肌にありますね。はい。ここに2個。そして最後、このまんま岩を背にして、まっすぐ進んでみてください。はい。まあ、ここにね、赤鉱石また生えてるんですけど、そのすぐ近く、ここですね。はい、ここにありましたね。紫、取ってみてください。紫鉱石ルート5個目。こちらのワープポイントは逆境神道というところのワープポイントなんですけど、まあ、今週城から言うと、まあ、結構東って感じのワープポイントですね。ここに飛んできて、はい、こちらの感じで取っていきたいと思います。全部で12個ですね。で、ここ、左の方、ここですね。さっき紹介したところから、ここからずーっとこっち回りでもこういう風に取りに来ることができますんで、好きな方から進んでみてください。とりあえずここのワープポイントに飛んできてください。はい、飛んできましたら、すぐ右ですね。こちらに進んでいきましょう。はい、海岸沿いって感じですね。はい、まずここに2つゲットですね。そしたら、そのまんま海岸沿いを進んでいきます。はい、見えてきました。この左側に2つ。そして振り返ると、こちらにも2つ生えてますね。で、これを取ったらまだずっと進んでいきます。狼を避けて岩肌に沿って進んでいってください。はい、まあ、元の場所の近くに戻ってくる感じですね。で、この左側、はい、こちらですね。ここに2つ生えてますね。で、これを取ったら北の方角に進んでいきます。こちらです。テントを越えていきましょう。はい、ここの小島にたどり着きましたら、熊の向こう側に2つ生えてます。まだ先ですね。もう1個先に2つ生えてるので、それも取って終わりですね。はい、こちら2個。これで最後ですね。お疲れ様でした。紫鉱石ルート6個目ですね。この港って書いてある場所の左のワープポイントに飛んできてください。ここ何個ゲットできるのかというと、こちら。はい。21113。全部で8個ゲットできます。動画の通りに進んでみてください。はい、飛んできましたら、ちょっと右を向いて、このまま普通に道を進んでいってください。敵がいるところが目印ですね。ここのちょっと右、はい、ここに2つ生えてますね。ここに2つ。そしたら、こちらですね。これ崖落ちないようにまっすぐ進んでください。
はい、確かこの辺りにありました。はい、ありましたね。ここで1個。はい、これを取り終えましたら、崖を降りてください。戻っていただいて、はい、このまま崖を降ります。そうすると、ここに1個ですね。で、振り返って、こちらにも1個、全部で2個、崖の下に生えてます。これを取ったら、そのまま崖を進んでいってください。こちらですね。東の方角でしょうか。はい、このまままっすぐ行って、まっすぐ行って。この坂を登ったところに全部で3つ生えてますね。紫鉱石ルート7個目。さっきのワープポイントから東のこちらに飛んできてください。ここに飛んできて全部で、はい、こちらですね。333と9個あります。はい、飛んできましたらすぐ後ろ向いていただいて、ここは簡単ですね。はい、飛び降りていただいて、もう目の前、こちらですね。着地して、ここに3つありますね。そして左。はい、ここに3つ。で、これ取ったら、こっちですね。まあ、マップにピン刺していただいて、そこに向かっていただければ全部あるんでね。はい、こんな感じで3つ全部で9個ゲットしてみてください。紫鉱石ルート8個目ですね。ここは結構南の方ですね。今州城からずーっと南に行って、沼エリアのこのフィールドボスのちょっと左上のワープポイントに飛んできてください。で、ここ何個ゲットできるのかというと、こちら、ドン。全部で20個ゲットできます。まあ、上の方のあらかた取ってから、元のワープポイントに戻ってきて、そしたら南に向かっていく感じですね。はい、飛んできましたら左に向いてください。もうちょっと見えかけてるんですけど、ここまっすぐ行って、このまんまですね。はい。目の前に見えるこの紫の鉱石を1個目取ってみてください。で、これを取ったらすぐ後ろを向いて、この洞窟の入り口のすぐ近くに1個生えてるので、これを取ってください。これを取ったらすぐ右のこの岩肌に沿っていくと、ここに2個生えてますね。そのまんま上に登って、ここに2個。で、右を向くと、そのまんまここに2個。すげえまとまってますね。はい、2個あって、左向くとこっちにも2個。はい、これを取ったら、ここですね。この壁の裏に1個あります。で、これを取ったら一度ワープポイントに戻りましょう。また戻ってきましたら、真後ろを向いていただいて、ここの、岩と岩の間のこの木がある道を抜けていってください。箱も目印ですね。はい、このまんまずーっとまっすぐ行ってみてください。はい、ここの左のこの段の上ですね。ここに1、2、3、4個と1段降りて、ここに2つ全部で6個生えてますね。これを取ったら、振り返って、ここの岩肌を登っていきます。はい、ここに1個ですね。これを取りましたら、左後ろ、こっちの方を向いていただいて、はい、まっすぐ、お花がいっぱい生えてあるのが目印ですね。はい、ここに1個と、そして最後、ここで20個目ですね。最後、紫鉱石ルート9個目。こちらのワープポイントは結構今州城から南の方に下っていって、お猿さんのフィールドボスがいるところの南東のワープポイントになっています。はい、こんな感じで全部で8個、このようなルートで進んでいきたいと思います。はい、飛んできましたら、すぐ後ろを向いていただいて1段降ります。ここでまず2つゲットですね。そしたら、ちょっとこの岩肌に沿って進んでください。猿がいるので、戦闘状態にならないようになるべく避けて進んでみてください。あとは、まあ、マップのピンを頼りに道順にどんどん進んでいってください。はい、見えてきましたね。右側のこの岩肌に2つ自生しています。ここで全部で4つ。そしたら川を渡っていきます。はい、この岩肌ですね。左側に、2つ生えてますね。これで6個。で、最後の2つはこちらですね。戻っていく感じで、こちらですね。はい。ここも猿がいるので、なるべく先頭にならないような感じで進んでいってください。あとは海岸沿いですね。はい、見えてきましたね。ここで、1個と2個。これで全部で8個です。はい、ということでいかがだったでしょうか。武器難民必見鍛造武器のすすめと赤紫の鉱石収集ルート解説でしたが、いや、この動画でね、少しでも皆さんの武器の困りごととかが解消されたら嬉しいなと思います。今後もね、たくさん動画上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。